あなたは世界を震撼させた超敏腕の女スパイをご存知でしょうか。その人物の名前はシー・ペイプー。彼女の任務は母国中国のために海外の機密情報を入手すること。そしてそのターゲットとなった人物は中国に赴任してきたばかりのフランス外交官ベルナール・ブルシコ。シー・ペイプーの作戦はいわゆるハニートラップでした。スパイという正体を隠しながらブルシコと愛人関係になり、重大な機密情報を絞り取り続けたんです。その期間なんと18年。一方で外交官のブルシコは彼女のことを本当に愛していました。二人の間には子供も生まれ、幸せな家庭関係を築いていると思っていたんです。完全に騙されたブルシコはシー・ペイプーの正体を知りませんでした。彼女の正体、そう、中国政府に雇われたスパイだということだけではなく、実は男性だったんです。中国史上最も敏腕だった女スパイシー・ペイプー。なぜ彼女は18年も夫を騙し続けることができたんでしょうか。そこには評判にはたがわない巧妙すぎる策略があったんです。おそす、アルムートリのケンちゃんです。エミかです。あんたなんか、ボスボスって言っていつもなんか言うのになんもないじゃないけど。ちょっとね、緊張してんの？なんか緊張してます。なんで緊張してんの？どうしたの？なんか異物が目の端に。異物？どこに？異物が。あれ？ナブユキコです。いや、誰？お姉ちゃんじゃない。ナブユキコよ。タミコの姉です。私40代。女性に年齢聞いたらダメだ確かにね。失礼なのは顔だけにしなさいよ、あんた。やりづらいな。まあそんなシー・ペイプーなんですけどね、どうやってね18年もね夫を騙し続けられることができたのか、その驚くべき手口をご紹介していきます。超敏腕スパイの誕生。時は1960年代、世界情勢は冷戦真っ只中、アメリカとソ連が睨み合っていた時代です。当時の中国の政治は大躍進政策。他国に追随しようと名前の通り経済や産業の成長に特化する政策でした。しかしそれらを重視するあまり国民の負担は顧みず、餓死で数千万人もの死者が出たんです。さらに国外政策も不調で世界から孤立した状況でした。そんな中国に必要だったのが他国の有益な情報。当時の複雑な情勢を切り抜ける上で他国の情報は非常に貴重でした。そしてそれを得るために軍や政府はスパイを雇っていたんです。スパイは海外からやってくる重要な人物に接触し、巧みにその正体を隠しながら機密情報を盗み出していました。私もスパイやったから。昔何に紛れたの？いやもう昔やってたから思い出したよ、昔の。どんなスパイやってたの？私は神田の蕎麦屋で働いてたの。何のスパイ？何のスパイよ。そんな中国にフランスからある外交官がやってきます。その人物がこちら。名前をベルナール・ブルシコ。赴任当時の年齢は20歳で厳格な家庭で育った至って真面目な青年でした。彼がこの事件の主人公であり最大の被害者でもあるんです。新天地での生活に胸いっぱいに期待を膨らませるブルシコ。しかしそんな青年の思いを踏みにじるかのように中国当局は彼からフランスの機密情報を盗み出すことを画策。ブルシコから情報を引き出すには色仕掛けのできる女スパイが適任と考えられました。しかしその作戦には一つの懸念が。それはスパイが女性の場合ブルシコと本当の恋仲になり中国当局を裏切る可能性があるということ。恋に落ちたらダメよ。ダメよ、スパイなのに。私の時代にやってたらね、ちょん切られるわよ。ちょん切られてんだから。すぐ YouTube の枠超えようとしてくるこの二人。結構ね当時スパイを送り込んで付き合ったりね結婚とかするんですけど、一緒にいるとね情が湧いてくるのかそのまま恋に落ちてくっていうねダメなケースが結構あったんです。そこで白羽の矢が立った人物こそシー・ペイプーだったんです。ですが一体なぜ彼が選ばれたのか。実はシー・ペイプー、この段階ではスパイではなくその職業は狂劇の俳優でした。狂劇とは日本の歌舞伎に近い中国の伝統的な古典演劇なんですが、その中でシー・ペイプーは女性役を演じていたんです。これこそが彼がスパイに選ばれた理由。男性だからブルシコと恋仲に発展することはない。その一方で数々の女性役を演じていたため女性として色仕掛けができる。さらに実は大学でフランス語を学んでいたためフランス人のブルシコとのコミュニケーションにも問題がない。あらゆる条件を満たしているシー・ペイプーはまさに適任だったんです。2人が接触することになるのは1964年12月のとあるクリスマスパーティー。ダンスフロアで手持ち無沙汰になっているブルシコのもとに毛皮のスーツを着たシー・ペイプーが現れます。どんなパーティーや。なんとこの時彼は女装を一切していなかったんです。あろうことか一人の男性としてブルシコに接触しました。何やってんのよ。バカじゃない。だって男性としていやいやマジすげえバカじゃんこいつ。これもねシー・ペイプーの作戦なんですよ実は。
実はまだ中国の文化や雰囲気に慣れておらず孤独に過ごすことが多かったブルシコ。そんな彼にとってシーペイプーのような気兼ねなく話しかけてくれる男性は心の支えとなったんです。その後2人は意気投合し親友関係に。シーペイプーはブルシコが知らないお店に連れて行ってもてなし、さらに自らの過去や生い立ちを包み隠さず話すことで心理的な距離も縮めたんです。どういうこと？そう狙いが見えないわよね。見えないよね。何を狙ってんのシーペイプー。まあこの後わかるんですけど、これ全体の作戦の序盤も序盤なんですよ。本当の作戦の前振りなんでね、シーペイプーの真の恐ろしさはね、この後にわかるんです。2人の仲が深まって少し経った頃、シーペイプーはある秘密をブルシコに打ち明けます。実は私、女性なんです。家族を守るために男として生きてきたんです。男尊女卑の思想が強い中国の家庭では娘より息子が重要視されました。しかしシーペイプーの家庭では男の子が生まれなかった。だから家族を守るために男を演じ続けてきた。彼女はそう言うんです。この言葉に強く胸を打たれたブルシコ。国の悪しき風習に縛られ自由に女性として生きていくことすら叶わないシーペイプー。彼女は僕が守らなければならない、そう心に誓ったんです。なんでやねん。この2日後2人は愛人関係となります。なんでやねん。なるほどね。まあなんか頭いいけども、ただどうなの？親友の男に私は女ですってカミングアウトされて信じちゃうかね。でもちょっとなんかもし女性っぽかったりしたら信じちゃうかも。まあね、ここからね、2人のね、禁断のね、愛人生活がね、始まっていくんです。めっちゃドキドキしちゃう。禁断の愛人関係。愛人関係になってからはとにかく彼女のことで頭がいっぱいのブルシコ。男性としての生活を強いられる彼女を救うためすぐに結婚を意識し始めました。彼女の秘密を知っているのは自分だけ。そんな優越感も彼の中の恋心を燃え上がらせていたんです。そしてブルシコはシーペイプーが住む自宅を訪れます。それは外が暗くなり街も静まり返る頃のこと。彼はベッドの上で彼女とロマンチックな一夜を過ごそうとしていました。シーペイプーにとっては最大のピンチ。結ばれることになってしまえば性別を隠し通すのは不可能なこと。一体彼女はこのピンチをどのように回避するのか。ここで彼女はあろうことか彼のアプローチを受け入れるんです。どうしたの？お姉さんどうした？大丈夫？だってバレるでしょ？バレるじゃん。そうよ。体は男なのよ。バレちゃうじゃん。どうすんの？一物が見えちゃうじゃん。でもね、見えちゃうよ。もうね、大国中国がね、送り込んだね、超敏腕スパイなんでね、そんなことももう計算済みなんですよ。シーペイプーは前もってある伏線を張っていました。それはブルシコに男性ホルモンを促す薬を服用していると告げたこと。男性として生きねばならなかった関係で体を薬で男性に近づけているということにしたんです。これによりブルシコは彼女の体に違和感を覚えなかったんです。そして行為の最中は電気を消しました。裸を見せたり体を撫でたりすることを絶対に許さなかったんです。さらに自分の一物をテープで固定して隠し油を塗って両足を閉じたままに。この徹底的なリスクマネジメントの結果ロマンチックな一夜に波乱は一切なくブルシコのブルシコはブルシコしたんです。そしてブルシコが彼女の正体に気づくことはありませんでした。いやまあでもどうなの？満足しないわ私だったら。私が男だったら満足しないわよ。いや、まあ満足できないと思いつつも、実はブルシコ比較対象がいなかったんですよ。というのもなんでかというと、ブルシコね、今までね、女性関係全くなかった。ブルシコどでかい。はい。だからブルシコはね、ブルシコ仕事なかったんですよ。はい。お姉ちゃん童貞には厳しいのね。ブルシコどでかい。真相はさておき、ブルシコから見れば2人の関係はどんどん深まっていきました。彼はもうシーペイプーにぞっこん。毎日が幸せな日々だったんです。しかしその幸せは永遠ではありません。1965年12月、ブルシコの外交官の任期が終了します。そう、彼はフランスへの帰国を余儀なくされたんです。シーペイプーとの別れを惜しむブルシコ。その一方で彼女は焦ります。このままではせっかく引っ掛けたいものを逃すことになる。帰国前日、彼女はブルシコに電話します。私、赤ちゃんができちゃったかも。愛する女性の妊娠に大喜びするブルシコ。彼の頭の中はより一層彼女のことでいっぱいになっていったんです。まあね、シーペイプーからね、妊娠をね、告白されたブルシコなんですけど、フランスに帰った後も、シーペイプーに対する思いとかずーっとあってね、もうあったことじゃない。いや、そうなんですよ。そんなことがありましてね、ブルシコね、ある思い切った行動に出るんです。国ぐるみの罠。フランスに帰ったブルシコなんですが、シーペイプーのことが忘れられず、悶々とした日々を過ごしていたんです。今すぐ中国に戻りたいところなんですが、それは簡単には叶いません。というのも、当時は世界情勢が非常に不安定。外国への出入国のハードルが高く、現代のように好きな時に好きな国へ行くことはできなかったんです。
そして帰国から4年後の1969年、ブルシコに再び中国で働くチャンスがやってきます。しかし当時の中国は文化大革命の真っ只中、毛沢東が大規模な政治運動を行い、各地で内乱が起きていたんです。そしてそれに伴い中国本土の人間と海外の人間の接触が困難に、2人が再会を果たしたのはそんな緊張状態の最中のことでした。この時のブルシコは中国政府からすればまさにカモがネギを背負ってくる状態。この絶好の機会を逃すまいと、政府は機密情報を奪うためブルシコに圧力をかけます。シーペイプーの安全を保証してほしければフランスの機密情報をこちらに渡せ。最愛の恋人と母国を天秤にかけられるブルシコ。どちらの選択も簡単には下せません。とてつもない葛藤の末、ブルシコはこの要求に応じることにしました。その決め手となったのは、人質がさらにもう一人増やされたこと。その人質とは3年前に生まれたという設定のブルシコの子供なんです。どういうことなの？結局何、本当に子供がいるの？実は産んではないんですけど、シーペイプーね、新疆ウイグル自治区で医師から子供を買い取ってるんですよ。その子供の名前はベルトラン。真実など知る由もないブルシコはベルトランを大変可愛がりました。親からすれば子供ほど大事な存在はいないでしょう。ブルシコは愛する家族を守るため母国の機密情報を渡したんです。しかし彼もされるがままではありません。家族を海外に連れ出し、中国政府から逃れようと画策するんです。そんな考えを知った政府は次なる作戦へ。家族を海外へ連れ出すならさらなる情報をよこせと迫ったんです。愛する家族のためならブルシコはここでも中国政府の要求を飲むんです。私気づいちゃったんだけど、はい、もしかしたら全部中国政府の筋書き通り。そうじゃん。想定外のこととかも多々あったんですけど、女になりきって情報を奪うっていう流れとしては中国政府のね、読み通りに今のところね、進んでるっていう話なんですよね。そこから時は流れ、1982年、ようやく政府の許可が下り、ブルシコの悲願が叶います。シーペイプーとベルトランを連れ出し、フランスで暮らせることになったんです。幸せいっぱいのブルシコ。しかしそれも長くは続きません。1983年夏、事態は急展開を迎えるんです。情報漏洩に気づいたフランス警察が2人の逮捕をしました。エリート外交官から一転、ブルシコは犯罪者となって投獄されることに。独房の中で悲嘆に暮れている時、彼は衝撃的な事実を伝えられるんです。シーペイプーは男性であると。そしてついにベルトランが偽物の息子であることも伝えられるんですよ。ショックよ。信子が逆に娘がいて、実は別の子の子供だったって、夫も偽物だったみたいになったらどうします？興奮するわね。いやいやでもダメだわこれ。18年にもわたり騙され続けたブルシコ。しかし彼が本当に苦しんでいくのはここからなんです。悪夢の終焉。真相に絶望するブルシコ。さらに追い打ちをかけるように事件が公になったことで、彼はフランス中の笑い物になったんです。そして苦悩した末にカミソリで喉を切り裂き自殺を図ります。その後奇跡的に一命を取り留めるんですが、さらなる悲劇は1986年、2人は裁判にかけられ有罪判決を言い渡されます。その内容は6年の実刑判決。6年の実刑ってかわいそうだよ。ブルシコ悪くないじゃん。悪くない。騙されてんだから。結論ね、結局2人はね、なんとね、釈放されるんですよ。フランス大統領がね、中国と関係を案じて、ブルシコもシーペイプーも釈放したんですよ。釈放されたブルシコはその後新たなパートナーができ、ようやく幸せな生活を手に入れます。一方シーペイプーは釈放後もフランスに残り、狂劇俳優として活躍しました。そして2009年パリの自宅で亡くなってしまいます。晩年ブルシコとは疎遠になり、彼についても事件についても語ることがなかったシーペイプー。どのような思いでスパイ活動を行っていたのか、その真意は謎に包まれています。しかし亡くなる数ヶ月前、彼女はこのようなことを口にしたんです。まだ彼を愛していると。私は思うのが、シーペイプーはスパイといえども愛があったんじゃないかと。絶対好きだったわよ。続けらんないもん。相手は DT よ。でじゃあね、メトラーの皆さんはね、シーペイプーのお気持ちについてね、どうお考えになりましたでしょうか。本日ね、ヤミコお姉さん、信子さんがね、来たんですけど、ピガンピガン。絵がきちいな、最後まで。